今回はカラーパテを使ってセミホワイトの肌の色に近づけてみたいと思います。前回はフレッシュ肌に近い色を調色したんですけど、なかなか難しかったです。セミホワイトはフレッシュよりちょっと薄いので、ホワイトを混ぜればいいのでですね、もう少し簡単にできると思いますので、早速やってみましょう。調色用に使うパレットはもう何でもいいと思うんですけども、クリアファイルの下に白の厚紙を貼ったものですね。これを自作してます。じゃあこれをですね、まず出して、まずはセミホワイトの肌とこのフレッシュの色がどれぐらい違うのかっていうのをここら辺で試してみたいと思います。これ塗ってみます。ちょっと色を分かりやすいように少し厚めにですね、持ってます。ここにパテを持って硬化促進剤で固めて、さらにパテを持った状態ですね。で、こう何回か重ねるとこういう感じになると思うんですけど、近づけてみると分かるんですが、少し色が違いますよね。このパテの部分がちょっと濃くなってます。セミホの場合はこれぐらいの色の違いなので、意外とですね、分かりにくいんですけど、アイホールに盛った時はですね、この違いっていうのがちょっと分かりやすくて、メイクしない部分にもこう盛った場合に隠れないのでですね、少し調色をした方がいいんじゃないかと思います。セミホアの色を近づけるには、このフレッシュをですね、約3、ホワイトを1入れるぐらいの分量にします。テストの時はこれが良かったんで、これをですね、混ぜてみます。この部分はですね、動画を消してしまったので、ちょっと撮り直しをしています。このフレッシュを置いた隣にこう持っていくっていう動画の部分ですね。こんな感じで。これで硬化促進剤を吹きます。はい、この部分ですね。一度硬化促進剤を吹いて、さらに上に盛った状態です。色味的にはどうでしょうか。だいぶセミホアに近づいてきています。まだ肌色が強いので、もうちょっとだけホワイトを入れてもいいと思うんですけど、ここがまた難しいんですね。入れすぎると白すぎちゃいますし、入れなさすぎるとあまり変わらないっていう。もうちょっとだけですね、白を入れてみたいと思います。今ちょっと感覚的なんですけど、0.5 ぐらいホワイトをもう一回入れて混ぜて、また持ってみます。ちょっと見にくいかもしれないですが、これが 0.5 を追加した色ですね。どうですか？ピンクっぽい色から少し明るくなって、さらに明るくなって、かなりセミホワイトに近づいてるんじゃないかなと思います。このぐらいであれば、ほとんどですね、持って削っても違和感ないんじゃないかなと思うんですけども、ここで少しこの肌のくすみっていうんですか、動画だとちょっと分かりにくいかもしれないんですけども、やっぱりなんか透明感というかですね、なんか色合いがちょっと違うんですよ。でそれを出すにはこのブルーをちょっとだけ混ぜてあげるといいので、それを一回試してみたいと思います。でブルーはですね、本当にごく少量でいいので、一度ですね、このフレッシュとブルーを少し、他の場所で混ぜて薄めておきます。そうしないとですね、すぐ色変わっちゃって失敗しちゃうんで、どれくらいでしょうね、比率でいいと、もう本当に今爪楊枝の先でちょっと取ったものをフレッシュでこう混ぜて攪拌してるんで、もう何対何でしょうね。ここら辺が比率がこうだっていうのが難しいんですけど、感覚的には500対1とか、なんかそんなような感覚ですね。じゃあこちらをですね、先ほど作った肌色に混ぜていこうと思います。ほんのちょっとでですね、色合い変わるんで、ちょっと入れていいです。ちょっとだけ。で見た目はあんまり変わらないんですけど、実際乗せてみるとですね、結構違うんですね。またこの隣に行ってみましょう。
見た目はすごくいい色合いなんですけど、光学促進剤を吹くとですね、ちょっと色味がですね、明るくなるので、そこも含めて調色をしなければいけないのがこの難しいところなんですけど、これで光化促進剤また吹いてみます。光化促進剤を吹いた後にパテを少し持ってます。色合い的にどうだと思いますか？どれが一番いいですかね？これはまあ確実にピンクっぽくて、これはですね、少しピンクっぽい。で、かなり近くて、少し明るめになっちゃったからくすみを出したんですけど、青を混ぜた色が一番セミホワに近いんじゃないかなと思うんですね。実際にアイホールに持ってこうと思うんですけども、こちらの左は青を混ぜない場合で、こちらは青を若干混ぜた場合で試しに持って境目がどれぐらいなくなるかっていうのをちょっと試してみたいと思います。両目用なんでちょっと多めにですね。意外と少なめに出してもですね、結構漏れるんですよね。で、だいたい今ですと3対 1.5 ぐらいですから、こんなぐらいでしょうかね。一回全部一緒くたに混ぜて、これをですね、2つに分けて、青を入れるものと青を入れないものに分けたいと思います。ちょっと色を見るために先ほど盛ったところで、どれぐらいの色合いかを一度確認してみます。いい感じなんで、ちょっと持ってきます。こちらは青を含まないものですね。はい、第1段階漏れたので、これで光化促進剤吹いてみます。ちょっと色が違う感じですね。少し明るめの色になってます。これにもう少しですね、盛ってみようと思います。だいたいここ何回か盛ると思うので、それでこの1回硬化したものに盛るっていうテストにしてます。光化促進剤を吹くと、ちょっとですね、明るめの色になるんですよね。はい、じゃあもう一回光化促進剤やっていきます。ちょっと失敗かな？失敗でもちょっとやってみようかな。今度こっち側の青を混ぜてみたいと思うんですけど、青を混ぜるときはさっきと同じように、一回青を薄めます。で、薄めた青を少量だけですね、こっちに混ぜてみたいと思います。なんかもう少しっぽい気がするんですけど、欲張って入れるとですね、一気に青くなるんで、一回これでですね、持って色を見てみたいと思います。ではこれで光化促進剤吹いてみます。ちょっと色薄いですね。なんで色が薄いかっていうと、このフレッシュの色が少し少ないですけど、なかなかこれがですね、本当難しいというか、同じ配分でやってるつもりでもちょっとした分量の違いで全然色のこの濃さが変わってくるんで、青を混ぜないよりかはマシかなって思います。これ2度目持ったんで、これでもう一回光化促進剤を吹いてみます。ちょっとですね、セミホヤより白い感じで、左側はセミホヤに近いんですけど少し明るい感じで、青を入れたのでちょっとくすみがかってるんですけど、ちょっと青かったですね。なのでもう少しフレッシュを入れれば結構近いんじゃないかなと思うんですが、やり直すとキリがないので、これでここの部分をですね削って、どれだけこの削った境がですね見づらくなってるかっていうのをこれから試してみたいと思います。ルーターでガリガリ削っていきます。ルーターで大まかな凹凸を取ってみました。これだけでもですね結構綺麗なんですけど、これをさらに綺麗にするために400番の耐水ペーパーでいつも削ってるので、それをやってみます。こんな感じで削りました。どうでしょうか？こんな感じです。こちらは青を含まない方なんですけど、セミホアよりちょっと色が濃いかなと思います。スプレー吹いた時よりか
ピンクがかってるんで、ここら辺ですね、まだ研究が足りないんでなぜかってわかんないんですけど、境目は結構盛り上がりなくスムーズな感じですね。こちらパテラは少し盛り上がってるので、影をつけるとですね、ちょっと境目が見えます。こちらは少し青を入れた方ですね。ほとんどなんか差がない感じもするんですけど、こちら側に比べると色の違いがまだマシなのかなって思います。光の加減でですね、やると 100% 色が同じわけじゃないので、やっぱり持ってあるところはわかるので、全く同じ色にするっていうのはなかなか難しいかもしれません。ここに持った時に少し明るいなと思ったんで、この部分にですね、フレッシュを足した色を持ってみたんですけど、ここもちょっと色味が少し濃い感じで違いますね。ということで、今回はフレッシュとホワイトを入れてセミハワにより近づけたんですけど、元のパテの色よりかホワイトを入れた方がセミハワに近くなるので、ホワイトを入れて、予算に余裕があるのであれば、ブルーも入れて、少しですね、くすみを出してみるのもいいかもしれません。カラーパテで思いつくところをやってみたので、またですね、なんか研究した結果、こんなだったらいいよっていうのがあればお伝えできればと思います。今回も動画をご視聴くださいまして誠にありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。では、またね。バイバーイ。